今度夏頃に出る本の中ではね、僕が初めて佐川先生に投げられた時の状況を書くんですけどね、本当にね不思議な形でね、こうやって、はい、こう佐川先生の技かかるでしょ、はいはい、だからかかった途端にね、なんかこんなになる、はい、なって心地よいんですよ。はい、なんか分かんないんだけど、はい、まるでね宙を舞ってるかのように、空中浮遊、はい、宇宙遊泳されてるかのように自分の足がこの辺に見えるんです。こんな風に、はい、でも結構時間かかってるの。でもひっくり返ってるってことですよね。もうほとんどひっくり返ってるとしか僕は思えない。はいはいはい、その次の瞬間に、はい、今度はこう畳の上にこうなって、はい、目からね、はい、火がバーンと出るの。でめっちゃすごい衝撃があって、それ衝撃でってこと？本当に目から火が出るんだよ。本当にですか？本当に出ると明るくね、はい、パパパパって見えるのよ。初めての体験の時には本当に目から火花が出るんだと思って、激しくてもうしばらく放心状態でやっとこう起きるでしょ。はい、直伝受けさせてもらった時も含めて数十回先生に投げられて、はい、ずっとそうだったんだけど、最初のうちはね床に激しく叩きつけられて、はい、後頭部打って当然こうなってると思ってたんですよ。はいはい、違うんですか？で、はい、毎回やらと思ってんだけど、稽古終わってちょっと恐る恐る見ても、はい、全然もう痛くもないし内身もないんですよ。単行部とかもできない？全然ない。あれでこんな柔らかい畳じゃなくて昔の高い畳だったから、もうその後も形跡残るはずなのにないんですよ。でそれから10回ぐらい経験してからはやっと分かったんです。こう技がかかってこうなって足が上がってこう床に叩きつけられる直前だから、まだ僕の頭がついていないですね。体もついていない時に、目ん玉から火花がバーッと出て、その時に衝撃受けたよね。でそれから畳の上に落ちる。なるほど、落ちる前に火花が出てるんですか？それどういうこと、何なんですかその火花？いやだから、別のね、空間ごとね、別世界、異世界、別次元に放り込まれてくるっとなって、そこからこの空間、この世界に戻された時の衝撃で、戻されてから床にポテンとほんの1センチぐらいだから内身もないし、でもやっぱり別世界から戻ってきた衝撃はバチンっていう。そうすげえ。それほどにコントロールできてたっていうことです。はい出してみようか。正弘先生だから初めて出すよ、映像では。ね、もろ手でガチッと。両手で持たれた。もうどうにもないの。もう上げることでもうほら体重かけてこう、もうこのままでこうなっちゃうんで。そこでね、この彼のいる空間、この我々のいるこの道場の空間から切り離すの。いい？切り離すのに僕ちょっと技使わなきゃいけない。もういや、ちょっと待ってください。切り離されるときは分かるなと。分かったね。いい？これもう無理ですよね。力と力だと。これ切ったわけ。ちょっと待ってくださいよ。これめちゃくちゃ食らってほしいんですけど、正先生に。どうですか？可能ですか？もうめちゃめちゃ、だって同じことだから。両手で。ちなみに普通にやりますよ。もう正先生体鍛えてますから。切りますね。本当ですか？もう一回いいですか？もう初公開。ちょっと頭空っぽにしないと。絶対これ大体ほら力強くしたって足が動くからね。そうじゃないの。正弘先生がいる空間を全部こう
切りおおこれってほら、は映画ご存知ないドクター・ストレンジってドクター・ストレンジ。アメリカの漫画が映画になったやつ、はいはいこんなことしてさ、はこんなことして空間切り抜いて、はいはいそこを通ったら別世界に行ったりとはいはいか、ありますねビルのでっかいのが、は見たドクター・ストレンジっていう映画、ぜひ見て DVD でもマトリックスこうやってね、空間を切り取って、はそしてそこがここの空間が違う世界になるのよ、さっき言ったでしょ、は佐川先生が、はこれじゃあどうにもならないわけよ、うんはでそこで佐川先生はこんな手も使わなかった、僕はまだやり始めだから、あで空間を切るでしょ、はでもここの空間はね、正弘先生の周囲の空間は我々のこの空間と違うのよ、ほうだからうわどんどん威力が増してくるぞこうなる、めちゃくちゃ食らいたいんですけど俺。いいっすか？いいよ、うわありがとうございます。いいよ、すいまは、せん。はいいいはまず普通にやるよ、ほらほら、はいこんなもんよ、いは、はいは空間切りますねい。は何これ？まあ笑うしかないよ、笑うしか。だって今のどういう原理かというと、はい座ってて、本人はこの座ったまま動きたくなくても、周りの空間、つまりこの椅子が空間だと思えば、はちょっと手伝って椅子は持ち上げられる。椅子ごと、彼を向こうにちょっと、ほら、はい、椅子ごとなら動くでしょ。はいはそれと同じよ。あ空間に相手がいるのを空間ごと動かした。あ。だから本人はその空間の中でじーっとしてるつもりのまま、それだけ。いやそれだけって言われたこれは修行とかその修練で脳になるものなんですか？今から本質を教えてあげる。うわもうね、ありがたい。もう正弘先生のためだから出血大サービス。でも今までの技と全然違うんですよねそうそうはいはい。今までの技と全然違いますだってこれ何も何も武術やってなくたってできるんだから、これなんか技術じゃないです技術じゃないのよ。いや確かにですね。空間を切って、だからドクターストレンジになってるだけで、はいはいはい。本当にはなぜこれを見つけたかと、いはいはこれがまたすごい。い。ほ広島にうはい超能力者がいるんだ。ほうはいはい。マジックバーっていうのをやってる、へー飲み屋街で。で彼何でもやるのよ、うんもちろんそのスプーン曲げなんか簡単なもん、はい。でスプーン曲げなんかこの手のひらに乗せてこうやれば勝手に曲がるんだよ。はあとコインを持ってったら、彼がコインをつまんで僕がこうやるとふにゅんと曲がんない。もちろん硬いやつ、あ。はいはい。で僕何回もスイスの効果まで持ってって、ああなるほど。それでも曲がんない、ふにゅんって、はいはい彼の一番すごかったのが普通の裸電球、もう今あんま売ってないけど、裸電球を僕に持たせたの、はいここにね。はでしかもすりガラスじゃなくてい。透明な。透明なやつ、うんはい。でしかもパナソニックのやつで、これつかない、このままじゃつきませんよね、だって僕が握ってんそれ当だけ然ですよ。どつきませんよね。で彼がつけるのよ、これおバーッとは本当に眩しいぐらい光るんだけど、よく見てもね全然目に痛くないの。あれ普通白熱球が眩しいから目に痛いでしょ、はしかも持ってて熱くないのい。よ。お普通熱くて持てない。お。はで僕ねてっぺん触ってみたのよ、い。はい。全然熱く熱くない。普通熱くて触れない。触れないです。でで彼がこれやめたら消えるのよ。で僕聞いたのよ、その超能力者、はなんでこんなことが可能なのって、うん物理学的にはありえないじゃないって聞いたら、もちろんこの世界ではできませんと。だからは僕が持ってる電球とこの僕の手首からこの世界だけを、はこの空間を切り離してはい。別世界に持っていったんですと。でそのどういう世界に持っていったかというと、そこでは手に握ってるだけで電球が光る世界に持っていったんだと説明してくれて、じゃあもう一回やってみてっていう時に、はい。その時に気づいたんだけど、彼これやる前にね、ここのところこうやんねん。うわ何やってんのって言ったら、はいいやここの空間をここの普通の空間から切り離してるだけですって。でそれ見た時に、あ
そうすりゃいいのかって全然それ僕もいやそれでも僕もできるようになったんだじゃないっす。そうなんすか。それでなるほどじゃあやってみようと思って、はい、ただ僕は電気はつかないよ。でその、面白いのはね、毎回それやってくれんのよ、電球光らせんの。でそれをねなんかね、パナソニックの社員がたまたま見て、パナソニックの会社で言ったらしいんです。パナソニックの副社長が見に来て、いやそれ見たいですよね。うちの電球が本当に光るのかと。で目の前で光ったから感動してから、あと住友金属とかそういうメーカーの研究者の人が、なんでスプーンが曲がるのかとかね、フォークが一本一本曲がるのかとか、確かに知りたいですよね。みんなでも目の前でそれやられると唖然として帰ると、だから彼も言ってた、超能力っていうのはそのおかっぱの女性が僕に教えてくれた人もそうだし、その人は、ね、背後のいる守護霊と見て、でもその超能力者っていうのは相手自身を見てんじゃなくて背後の何か空間に作用する空間を見る、あるいは空間を守護霊だと思って見てる。でもみんなやっぱり相手自身じゃなくて周囲を見たり周囲に働きかけてる。自分の周囲を使って相手の周囲とつないで自分の思い通り。神戸に、バーディーさんっていうやっぱりその超能力でバーやってる人がいて、もう彼なんか操るからね、人間を。操られるんですか。操られるの。どういうことですか。どういうことですか。例えば彼ね、僕に用があって、ちょっと僕に頼みたいことがあるって言うんで、前の日の夜、僕を操って、僕は全然知らなかった。その時僕京都に行って朝起きたら、なぜか今日バーディー神戸に行ってバーディーさんのとこに行かなきゃってなぜか思えんのよ。なんで俺行くんだろうと。でも行ったのよ。来たね。でちょっと頼みたいことあったんだ。いや彼に聞いたらやっぱりそういうできるんだって。人間ってそういうものなんだ。でもそれができるのはやっぱり、彼は霊とか霊魂とかそういうことは一切言わない。もちろん真面目な、僕はマジシャンですからとか言ってんだけど、本当は超能力なんだけども、でもあくまで相手操作することはできると。彼は僕の頭の中読めるからね、仕事できないんで、その意味で。だから彼は超能力で僕の思考を読んでると思ってるので、それ実際やってみせてくれる。でも守護霊に聞いて相手のことを分かるって思ってる霊能力者もいる。でもそういう人たちに共通するのはみんなね、相手の体脳みそのみじゃなくて周囲の空間守護霊、何かよくわかんないもの、おかっぱの霊がついてるとか、鎧着た武者の霊がついてるとか、そういうのも見る人もいれば、だからそこのところに一番近い武術が合気道だと思うんです。他の武術はまだそこまで行ってないのよ。体系的にね、初見先生みたいに個人的にはもうそのレベルまで行ってるところはあるけれども、体系としてね、本当は合気道はそうなんだと神棚の前で大先生、つまり森平先生言ってたみたいに45分とは言わないけど、ね、最初の1分ぐらい黙想して、ね、おっちゃんのお家元がおっしゃるように礼をすることでその場の空間を操る権利を得る。それから稽古すると、これが大事なんではないでしょうか。落ちどころとしては。いや、僕安井先生みたいな技が使えるようになりたいんですけど、だからみんなできるって。そうですか。だって、そうなのよ。僕ね、これ気がついたらみんなね、全部名古屋の道場で確かめんのよ。東京の道場とか結構出入りもあるしみんな多いけど、名古屋道場はこじんまりとしてて、もう本当にいつもと同じ顔ぶれで、今のようなことをやってもとんでもないとか思われないので、最初にテストするのはいつも名古屋道場、あとそれから名古屋道場の道場長の先生、で僕の相手いつもしてくれてる人か
体でっかく絶対倒れない。だあから彼に通じないと意味ないかあ、ら、でやるんだよ。はもうだから例えば空間を切るのもみんなの前でやって、そのでっかい人こうなるでしょ。でみんなびっくりして、でもみんなで誰でもできるから、はい今からみんなこれやるんだぞってやらせるでしょ。できるんだよ。い。できるんすね。もちろんその場で見てそうなんだと思って実際に自分でもこうやんのよ。はほんでできてんのよ。ところがね、やっぱりできない、まだそんなにはうまくできない人の方が多い。中でね、若い女性とそのお母さん、はい、で2人がねバンバカできて、他の時にはそんなできない人なのに、なぜかこの時だけはできるのよ。でみんながなんでって言って、僕もびっくりして、なんでって聞いたら、だって私たちドクター・ストレンジの大ファンで何回もあれ見てるんですみたいな、こればっかりやってたと。だからそれだと思って今やったらこんなに効くんですね。イメトレが仕上がってたんですね。イメトレが仕上がってたの。でもそれに大事なのはそのできるって思える心というか、できると思わせる前段階にそれぞれですよ。だから僕も一応俺物理学者だと、そうですね、空間の微細構造を研究してきたやつだと、そいつが相手の存在してる空間を切り離せばいいって言うんだからとか、そしたらだいぶその気になる。そうですね、できそうってなりますよ。その辺の普通のね、人が言ったって信じてもらえないかも。確かに。いや、この動画見たらバンバン空間切り取られて投げられるんじゃないですか。今のね映像では初めて出したんだけど、これ見て特に純真な子供たちはこれでドクター・ストレンジと同じことできるんだと思って、これやり始めたらすごいよ。すげえ面白い世の中になるねえ、ユリ・ゲラーのフォークマゲンの再来みたいにね、そうみんなやったらできたみたいな。そうできるよ、これうわ素敵、めちゃくちゃ。この前僕京都のね禅寺の満腹寺ってところでちょっともうどうしても頼まれて演舞させられて、で最後にこれやってみせて、みんな嘘だろうとみんな思ってでもそこの一番偉い坊様、おじいちゃんの坊さんだけは分かってね、で最後に挨拶したら、僕の目の前で、こんなことすんだよそんなね、冗談でこんなことするような立場にないわけよ。ですよね。だって禅宗のトップよ、おじいさんのお坊さんで、その方が僕がドクターストレス笑いながらこうやってみせる。そういうことってありますよねっていうことを。いやだからね、合気道ってこんなにも奥が深いの。だから今ね、じゃあどこに行ったらここまで奥深い合気道にねを習ったり導いていただけるかって言ったら正弘先生。もちろん、もうここにおじいちゃんもいるし、素晴らしいですね。単なるね守護霊じゃないんだよ、守護霊がおじいちゃん、塩田剛三先生の守護霊、これすごい。正先生に習えば塩田剛三先生に習ってるって思っていいってことです。同じですいや誰かに怒られますよいやけどすごい素敵な考え方というか、この心理というか。そうですね、本当なんか今まで持ってきた感覚ではなかったですね。感覚ではなかった。いや分かんないです。先生は本当それだけなんだと思います。やったのは別に何だけだけもなく、そうよくわかる。さすが正弘先生。ちょっとなんかこれだけだよ、これだけ。ふざけんだよめっちゃポップやな。いやなので上島先生が稽古をする前にこう唱えていたりとか、神楽舞に入ったりしたのとか、そういった意味がやっぱあるんだなっていうのもちょっと今理解できましたし、空間を作るところから合気道こう上手くなっていくと思うので、皆さんもいい道場を作るためにそういう空間を目指して頑張ってくださいでいいですね。締めていただきます。